ダーウィンと同時代の反逆的かつナルシストの過去は誰だということです。1850年代です。前回1840年代は独自の楽譜を持つターナーが活躍し、音楽界では天才作曲家メンデルスゾーンが活躍し、そしてフランスで起きた2月革命を機にヨーロッパ各地で1848年革命が起き、マルクスによる共産党宣言が出版された時代でした。そしてこの時代にはマルクスに引き続き超大物であるダーウィンが登場します。さて19世紀前半は新古典主義とロマン主義の時代でしたが、この時代にレアリスムが登場し、19世紀後半の美術界は革新的な時代となっていきます。レアリスムとはロマン主義のように歴史的事件や空想の世界など情熱に燃えて対象を理想化して書き出すのではなく、現実世界の民衆や農民の姿やその生活環境などありのままに書き出すというものです。ちょうどこの前の時代の1848年に市民による社会的革命が起きたばかりであったので、こういったレアリスムの姿勢は社会的抗議の意味を含んでいるとみなされ、大きな論争の的となりました。このように各対象が民衆や農民となった背景には、産業革命やフランス革命以降の時代の変化に伴って社会の中心はそれまでの王侯貴族や教会ではなく、資本家や労働者や農民といった一般市民に移行したということが大きな要因となっています。そしてこうしたレアリスムの登場によって、今まで歴史画が頂点で風俗画や風景画が格下のものだったという絵画の階級秩序が今後次第に崩れていくことになります。そのレアリスムの代表的画家がタイトルにある反逆的かつナルシストの画家クールベです。ちなみにこのクールベはナルシズムの自画像がやけに多いです。しかしちょうど100年前の1750年代に紹介したヨファン・ゾハリンと違い、この人は実際に美男子です。そんなナルシスティックハンサムなクールベの自画像をいくつかご覧いただきたいと思います。まずはこちらです。なんか勝ち誇ってますね。次はこちらです。タイトルは絶望ですが、多分絶望してないですね。最後にこちらです。むしろうっとりしちゃってますね。さて、そんな自分自身に酔いしれているクールベですが、この人はかなり反逆的な人物でもありました。この時代、このクールベによって西洋美術史は一つの大きな転換期を迎えます。まずこの時代の1850年のアカデミーによる展覧会であるサロンにクールベによって出品されたのがこちらです。歴史画とは歴史上の大きな事件や神話や聖書を題材にした絵のことを言いますが、このクールベは自身の故郷であるオルナン地方の完全に無名な田舎の人々の葬儀の場面をまるで歴史上の大事件のように重々しく書き出しています。このようにクールベは歴史画が最上位であり、風俗画は格下であるというそれまでの絵の階級秩序に真っ向から反逆します。さらに通常こういった風俗画を大画面で描くものではないのにもかかわらず、この作品は約 3m×6.5 メーターもある大きな絵です。こういったようにこの絵はことごとくサロンの規律に違反しており、さらには社会的抗議の意味も含んでいるとみなされたため、サロン側からは歴史画に対する冒涜だと大きな批判を浴びせられます。ついに美術館に反逆者現るといった感じですね。ちなみにクールベほぼ独学です。さらにもう一枚クールベによる作品です。この絵には画家のアトリエ、我が芸術的また倫理的生活の7年に及ぶ一時期を定義する写実的寓意画といった内容の副題が付けられています。これも本来寓意画とは愛や死といったものを擬人化したり生物画などで表すものですが、クールベはこの絵で自分自身のアトリエに集まる現実の人々に何らかの個人的な寓意を与えており、中央で絵を描いているクールベの右側は裕福な人々で、左側は貧しい民衆を表すなどしています。こういったそれまでの絵画における寓意画におけるルールを無視することも批判の対象となりました。そしてここで描かれているヌードも理想化せずありのままに描いています。このようにとにかく自分の信念に従ってアカデミーの権威に真っ向から反抗し、自分が描きたいものをありのままに描くという姿勢を貫くクールベです。あの自画像を見る限りではそんな自分に酔いしれているところもあったかもしれないですね。そんな反逆的なクールベは1855年のパリ第1回万国博覧会、再度これらの絵を出品しようとしますが、やはりこの2枚の絵の出展は拒まれます。しかしそんなことで引き下がらないのが自分に酔いしれるクールベの良いところです。このクールベは出品を拒否されたことに対する抗議として、なんとパリ第1回万国博覧会の会場のすぐ近くの小屋で勝手に個展を開き、この2枚の絵を含む40点の絵を展示します。あからさまに対抗してますね。そしてこれが美術史上初の個展と言われています。
それまで画家はサロンに出品して入選する以外に自分の作品を公にすることができないという状況でしたので、これは革新的なことでした。さらにクールベはこの古典の作品リストに自分が生きる時代の風俗や思想など自分の判断に従って書くといった内容の文章を書いており、これは後にレアリスム宣言と言われます。こういった考えは当時では相当に革新的なものでした。このように自分の信念に従ってアカデミーの権威に反抗しまくるクールベは新たな時代を切り開く先駆者となります。そんな反逆のナルシストクールベは後に無政府主義に傾倒します。そして1871年のパリコミューンの暴動の際にナポレオン一世によって建てられた記念碑である円柱が引き倒されるという事件が起きましたが、それを以前から撤去するよう提案していたクールベは懲役を食らい、さらにその延長を再建する差額の費用をクールベが負担する言いがかりのような判決が下されます。しかしクールベはその費用を払わずスイスに亡命し、その地で若いアーティストたちに影響を与えながらその地で亡くなります。最後までアナーキーなクールベといった感じですね。そして先ほどのクールベのオルナンの埋葬と同じ1850年のサロンに出品され、同じく論争を巻き起こした作品がこちらです。1848年革命によってブルジョワと労働者や農民との対立が明確になって緊張状態にある時代だったこの時に、こういった理想化されていない貧しい農民の働く姿を描いた絵は政治的批判が込められたものと受け止められ、大きな議論となります。保守派からはミレーは政治的発言権を増してきた農民などといった悪党と同じ人間だと非難され、一方社会主義者たちからは農民の悲惨な生活に対する政治的抗議だと捉えられ称賛されました。特にこの時代やそれ以前では農民というものは悪徳に染まりやすく倫理観がなく非合理的な連中だとみなされており、逆に都市のブルジョワジーの方が善良で倫理的で合理的な人々が多くいるとみなされていました。さらに画風もアカデミーで良しとされない絵の具の厚塗りをするなど革新的でもありました。このように1850年のサロンはクールベとミレーによってレアリスムの最初のサロンと呼ばれるようになります。まさしく19世紀後半の開始を告げる時代の転換期ですね。もう一枚ミレーによる作品です。これも1857年のサロンに出品しています。当時地主の麦畑の収穫をする農民が収穫の後に落ちている落ち葉を拾う権利があるという制度がありましたが、この絵はその場面を描いています。ですので拾っているのであって収穫している場面ではありません。そしてこの絵も同じように保守派からは非難され、一方では農民の美徳を表したものとして称賛されました。ミレーはもともとは神話画などを描いていましたが、1848年の革命以降名もなき農民の姿を多く描くようになりました。そうしたミレーの農民画は社会に抗議するものとして見られ、ミレーの周りに集まる人々も農民画を描くようになりますが、クールベと違ってミレー自身は特に政治的意味を込めて絵を描いていたわけではなく、人間的な側面を描いていました。クールベと同じようにミレーも自分が描きたいものだけを描くというスタイルでしたが、その作品は周囲が時代的な勝手な解釈を施していたという面が強かったようです。さて前回の1848年革命によるウィーン体制の崩壊により、1810年代にお話ししたドイツやオーストリアに代表される家庭で音楽を楽しんだりサロンで女性が楽しげな音楽を弾くなどの小市民的なビーダーマイヤー時代は終わり、代わってナショナリズム思想の影響が19世紀後半の音楽に強く影響を及ぼしていきます。例えばドイツではますますバッハの音楽が称賛されたり、愛国的な内容である壮大で力強いオペラが作られるなど音楽の趣が変わっていきます。さらに各国でも自国の民族音楽への関心が高まり、それを音楽に取り入れるようになってきます。このように1848年革命が音楽界にかなり重大な影響を及ぼしています。ちなみにこの時代にようやく著作権に関する体系的な法律ができました。これによって音楽の収入が徐々に増えていきます。そしてこの19世紀後半からはどこかで聞いたことのある曲のオンパレードになるといった感じです。特に映画の BGM に使われることが多い印象です。今でいうキャッチーで印象的なメロディーが多いといった印象で百花繚乱の時代となっていきます。さてこの1850年代に活躍していたというより、この1850年代でもまだ活躍していたのが何度か名前だけは登場しているピアノの魔術師レストです。
ちなみにこれは若い時のリストの肖像画です。リストはその美男子ぶりで女性から大人気でした。おそらく声優音楽史上最も美男子で名を馳せた人物です。そんなリストも晩年には混乱になってしまいます。恐ろしいですね。もはやどこにも面影なしです。何が彼をこうさせたのでしょうか。年を取るほど恐ろしいことはないですね。さて、リストはハンガリー出身ですが、家ではドイツ語を使用していたため、ハンガリー語は話せませんでした。そしてリストはフランスやイタリアやドイツなどヨーロッパ各地で活躍しました。まずリストは若き頃、1820年代に登場したパガニーニのセンセーショナルな演奏を聞いて感動し、ピアノのパガニーニになると叫び、その後1824年から1847年まで約23年間もの間、まさしくピアノのパガニーニのごとくヨーロッパ各地の演奏会で超絶技巧を駆使し、ピアノの魔術師としてヨーロッパ中を熱狂の渦に巻き込んでいました。パガニーニの影響力たりは恐るべしです。おそらくパガニーニの演奏を聞いて影響を受けなかった音楽家はいなかったんじゃないかと思います。ということでリストは1830年代に登場したシューマンやショパン、1840年代に登場したメンデルソンなどと同じ時期に活躍していました。そして実際に彼らと交流がありましたが、ショパンもメンデルソンも保守的で気難しい性格をしていたためもあって、リストの音楽性を手厳しく批判しています。そしてリストは両手を大きく振りかぶるなどかなり派手なパフォーマンスをして演奏していたようですが、こうした派手なパフォーマンスをするようになったのはリストが最初らしいです。現代にまでつながるステージ上の派手な演奏の創始者的存在ですね。そして当時は現代のクラシック音楽のコンサートのように聴衆は固唾を飲んで聴いていたわけではなく、聴衆も大いに騒いでいたようで、中にはリストの演奏を聴いてビートルズのコンサートばりに失神する女性もいたようです。結構意外な話ですよね。ちなみにこの時代以降もオペラのコンサートなどでは能力よりも見た目が良いスター歌手を起用するため、それぞれの歌手たちが歌える言語が複数入り混じっていたり、または客席に桜を用意して拍手喝采させブラボーと叫ばせたりと、案外かなりひどい状況だったようです。現代のクラシック音楽のコンサートを想定していると、当時はそんなにいい加減だったのかと驚きますよね。さらにはコンサート中に聴衆がヤジを飛ばしたりブーイングを浴びせるなど、現代のロックコンサートがそれ以上の行儀の悪さだったようです。そしてそんなアイドル的存在で贅沢三昧な人生を歩んできたリストですが、意外にも彼は多くの事前演奏会を行ったり、埋もれている作曲家の曲を多く演奏して広めたり、貧しい作曲家たちを多く支援するなどしました。このようにリストはかなり心の広い、交流関係も広い人物でしたが、一方で結構我も強かったようです。そしてリストはこの時代あたりからヨーロッパ中を駆け回る演奏活動はやめ、作曲活動に専念します。そしてなんと次の時代の55歳で聖職者となります。しかし贅沢好みの生活スタイルは変わらず、葉巻を吸ったりお酒を飲んだりして批判を受けていたようです。なかなかややこしい人ですね。そしてロマン主義の作曲家が詩や文学を音楽で表現しようとしてきた流れで、このリストはオーケストラによって詩や文学などの内容を音楽で表現する交響詩というジャンルをこの1850年頃に作り出しました。こうした文学などを音楽と融合させる交響詩は、音楽によって自国の歴史や伝説などを題材にして自国の風景や自然などを表現しようとする後の民族主義的な作曲家たちによって多く作曲されていきます。そしてピアノのパガニーニの名の通り、このリストによってピアノの演奏技術は飛躍的に向上し、現代でも最も難しい曲の数々はこのリストによって占められています。しかも当時出版したパガニーニの曲を元にして作られたピアノ練習曲が難しすぎて演奏不可能と言われたため、リストはそれをわざわざ難易度を落としたものに書き直しています。しかもその書き直されたものが現代でも最も難しい曲のうちの一つに数え上げられています。一言で言えば超天才ピアニストですね。そして次にこの1850年代に活躍していたのがワーグナーです。これも前回1840年代に登場したメンデルソンの結婚行進曲同様、結婚式の定番曲ですね。もう一曲ワーグナーです。
この曲が作曲されたのは1856年ですが、初演は1870年です。そしてこれは楽劇であるニーベルングの指輪に含まれている曲ですが、このニーベルングの指輪は演奏時間が15時間かかり、上演には少なくとも4日間を必要とするむちゃくちゃ時間のかかる曲です。一体何考えてるんでしょうかね。さて、このワーグナーはドイツオペラ史上最も重要な人物とされており、19世紀の音楽史上でも最も重要な作曲家の一人とされています。そして1820年代に登場したカール・ベーバーのマダンの車種以来、ドイツオペラはイタリアオペラの人気に押され、傑作を生み出せずにいましたが、このワーグナーによってドイツオペラが開花することになります。リストが交響詩というジャンルを作ったのに対し、ワーグナーはオペラを発展させ、音楽や演劇や文学などの諸々の芸術ジャンルの統合を目指す総合芸術なる楽劇というものを提唱し、オペラを改革しました。通常オペラは聴かせどころのアリアなど、それぞれ独立した音楽が一つのストーリーの中で展開されますが、ワーグナーの楽劇は複数の曲が独立したものではなく、一つの統一感あるものとなっています。こうしたワーグナーによるオペラの改革は、約100年前の1760年代に登場した物語と音楽が釣り合ったオペラを作ったグルック以来の改革とされています。さらにワーグナーは他にもそれまで使われたことがなかった和音を使ったりと、その後の音楽に大きな変革をもたらしました。ちなみにワーグナーは全て自分で台本を書き、演出や指揮も全て自分でしています。果ては後の時代にワーグナーの熱烈なファンであった国王ルートヴィヒ2世の資金援助を得て、自分専用のバイロイト祝祭劇場なるものを建てています。夢のような話ですね。そしてワーグナーが考案した観客を舞台に集中させるためにオーケストラをステージと観客席の間のくぼみに配置し、上演中は明かりを消すなど、当時としては画期的な構造であるこの劇場の構成は現在まで受け継がれています。そして異常に自我が強いワーグナーは、このバイロイト祝祭劇場での演奏は自分自身の曲以外では作曲家を志すきっかけとなったベートーベンの交響曲第9番とお世話になったリストの曲以外の上演を禁じています。ちなみに驚くべきことに、ベートーベンの交響曲第9番はそれまで忘れ去られていた曲でした。しかし1840年代にこのワーグナーの指揮によってバッハのごとく復活を果たし、現在まで名曲中の名曲として演奏されることになりました。交響曲第9番が作られてから約20年間も忘れ去られていて、名曲の扱いでなかったというのはかなりの驚きですね。音楽や芸術に対する評価などといったものはそこまであやふやなものなのかと、もう何が何だか分からなくなってきますね。ただそれだけワーグナーの指揮が優れていたという面もあるとは思います。このようにかなりの革命家であるワーグナーですが、この人も1830年代に登場したベルリオーズと同様、正規な音楽教育を受けておらず、ほぼ独学で音楽を学びました。そしてワーグナーはなかなか芽が出ず、長い間貧困生活を送っていました。しかしワーグナーは過剰な自信家で、自分のことを音楽史を稀に見る天才と公言したり、偽名を使って自分の作品を称賛する手紙を新聞社に送るなど、いろいろとんでもないことをやっています。しかし偽名を使って自分の作品を称賛するというのは恥ずかしくないでしょうかね。現代で言えばウィキペディア上で自分自身のことを激賞する感じですかね。そんなワーグナーも1842年からようやく上向き始めましたが、ワーグナーは革命理念に燃え、1848年の3月革命の一環である1849年のドイツのドレスデンでの革命に参加し、指名手配となってしまいます。しかしワーグナーは心の広いリストの寛大なる金銭的援助を受けることができ、スイスに亡命し、そこで約10年間亡命生活を送りながら作曲活動を続けることができました。これによって誰のことも認めないワーグナーはリッスンだけは感謝の念を抱くようになります。この辺りからして結構単純ですよね。そしてリスはこのワーグナーだけでなく、このように多くの人々に対して援助を惜しみませんでした。真逆の2人ですね。そしてこの次の時代の1860年代にワーグナーの大ファンであるルートヴィヒ2世がバイエルン国王として即位します。そしてそれと同時にワーグナーに恩赦が与えられ、ワーグナーは晴れてドイツに戻ることができるようになりました。さらにはこの国王から国家の財政が破綻するほどの莫大な信金を得ることになります。そしてそれまでとにかく贅沢な生活を送りたいがために返すつもりのない借金ばかりして苦しんでいたワーグナーが約50歳にして初めての絶頂期が訪れます。結構運がいいですね。ワーグナーは作曲された時期や初演された時期が大幅に異なるとか、亡命生活を送っていたとかで時代がつかみにくいですが、この1850年代は亡命生活を送りつつ作曲活動をしていて、次の時代から1870年代までの間を公で活躍していたというイメージで良いかなと思います。さて前回、メンデルソンがユダヤ人であることを批判され、死後名声はガタ落ちし、20世紀になっても批判の対象となったということをお話ししましたが、その犯人がこの無茶苦茶な男、ワーグナーです。
まずマイヤ・ベアという1830年代から1840年代にかけて大規模で華々しいオペラであるグランドオペラの黄金時代を築き上げ、パリで破格の成功を収めた当時最高のオペラ作曲家がいました。そしてこの人はユダヤ人でした。そしてこのマイヤ・ベアはいつまでも成功できないワーグナーのためにパリで成功させてあげようと1839年にオペラ座の支配人へ推薦してありましたが、ワーグナーの作品上演直前に劇場が倒産するなどして結局ワーグナーの作品が上演されることはなかったため、ワーグナーはパリとマイヤ・ベアとユダヤ人を憎むようになります。思考が単純すぎて怖いですね。しかもその後もマイヤ・ベアはワーグナーに対して仕事の斡旋などしてあげ、ワーグナーもそれに甘んじていたのにもかかわらずです。感謝の念もなくひたすらに恨み深いワーグナーです。そして当時絶大な人気を誇ったマイヤ・ベアは1830年代に登場したシューマンが音楽評論家としてマイヤ・ベアのことを批判し、そしてこの時代にワーグナーが逆恨みした結果、ユダヤ人として攻撃したことによって死後その大きな名声は急速にしぼんでしまいます。ちなみにワーグナーはマイヤ・ベアのオペラから影響を受けています。そしてメンデルソンですが、メンデルソンも当時マイヤ・ベア同様に大きな名声を博していたので、ワーグナーはメンデルソンに自分の曲を取り上げてもらうべく楽譜を送りつけますが、この楽譜をメンデルソンが紛失したとして恨みを抱き、マイヤ・ベアと共にユダヤ人であるということで批判します。しかし実際、メンデルソンがその楽譜を紛失したかどうかは分かっていないようです。多分ワーグナーの妄想のような気がします。とにかくワーグナーは天才である自分が貧しい生活を送っていて、いつまでも成功できないのに彼らユダヤ人は成功して金持ちであるということに嫉妬し、むちゃくちゃな批判を食らわすという理不尽かつ何かと恨み深く、関わったらろくでもないことになること間違いなしの人間です。具体的にどういった形でワーグナーが彼らを批判したかと言いますと、それはこの時代1850年に音楽におけるユダヤ性という論文によってです。しかもしっかり偽名で出版しています。偽名ってどうなんでしょうかね。しかも音楽におけるユダヤ性が書かれた時はメンデルソンは亡くなっており、マイヤ・ベアは生きていました。そしてワーグナーはマイヤ・ベアを名指しせずメンデルソンを攻撃しています。こんなコメントの割にあまり正々堂々としていないですよね。そしてその内容とは、ドイツ語が第二言語の金持ちのユダヤ人音楽家は模倣しているだけで真の芸術を想像することはできないといったよくわからない理論です。ワーグナーは全体的にこの時代の商業主義的な音楽の流れをよく思っていなかったので、そういった音楽界の状況を作り出していたのがこの時代に裕福になってきた資本家のユダヤ人であるといった彼の理論の中で、それのやり玉にあげたのがマイヤ・ベアとメンデルソンというだけで、多分ワーグナーはユダヤ人が嫌いなのではなく、単に自分より金持ちで成功している人間が嫌いなだけだったのかなと思います。おそらく。そしてマイヤ・ベア同様、このワーグナーの攻撃によりメンデルソンは死後評価が大きく落ちてしまいます。そして20世紀に入り、ナチスによってメンデルソンもマイヤ・ベアも19世紀のドイツ音楽を大敗的にしたものと批判され、彼らの音楽を演奏することは禁止されます。そのせいで戦後も彼らの評価は落ちたままとなってしまっているようです。おそらくこの2人ほど生前に大成功を収め、死後その評価が大きく貶められた作曲は他にいないと思われます。死後忘れ去られるというよりは批判の対象となったというのが今までと違いますね。ちなみにワーグナーはユダヤ系である義理の父が実の父である可能性に疑惑を感じていたようです。なかなか複雑ですね。そしてワーグナーはドイツ語だけが完璧な作品を作り出すことができるとか、ドイツ音楽の精神は人類を解放するとか、相当にかなりのナショナリストです。そして常に自分自身が成功できなかったパリを恨んでおり、フランスの軽薄さとドイツの真面目さを対比させてドイツを称賛しています。さらには自分こそがドイツ精神になるとまで言ってます。このようにこれ以上ないほどのナショナリストで反ユダヤ主義者の鏡のようなワーグナーですが、世間が愛国心に燃えた歌を歌ったり反ユダヤ主義運動などを起こすと決まってそれに対して常に批判的な態度をとっています。謎ですね。そういった運動の中心が自分自身でないからなのか理由はよくわからないです。しかも例のバイロイト祝祭劇場建設の支援がドイツ政府から一時拒否された時は、ワーグナーはドイツ精神に希望はなくアメリカ、ロシアこそが未来だと言い、アメリカに移住する計画まで立てたりしています。まあ何が何だかですね。さて、こんなワーグナーと同じ年に生まれ、同じくオペラ作曲家として大成功を収めたのがオペラ王の異名を持つベルディです。
名前がビバルディに多少似ているので、いつの時代の人か分かりにくい感じがありますね。もう一曲、ヴェルディです。おそらく現代、オペラの曲で一番耳にすることの多い作曲家かなと思います。ちなみにこの椿姫は、初演時に聴衆からも批評家からもブーイングを浴びせられ、大失敗となりました。しかし次の年に主役を演じたソプラノ歌手のおかげもあって成功し、今ではヴェルディの代表作だけでなく、オペラの中でも最も人気のあるオペラの一つとなっています。さてヴェルディは87歳までと長生きし、この前の時代の1840年代から1870年代までの30年間、イタリアのオペラ界に君臨しており、イタリアだけに限らず各国でも絶大な人気を博しました。そしてヴェルディはイタリア出身の作曲家となっていますが、この時代にはまだイタリアという国家は存在していませんでした。現在のイタリアは1490年代のイタリア戦争以来、フランスやオーストリアなどに介入され続け、特に北イタリアはオーストリアの支配下にあるという長らく分裂状態でしたが、フランス革命とナポレオンの登場以来、イタリアでもナショナリズム思想に燃え、統一国家を目指した運動が盛んになり、何度か鎮圧されながらも、最終的に次の時代の1861年にイタリア王国という国家が樹立されます。そんな時代の中、ヴェルディはデビュー間もない頃に妻子を立て続けに亡くし、うつ病になり、作曲することすらやめようとするも、たまたま渡された台本にあった、行け我が思いよ黄金の翼に乗ってというセリフに惹かれ、作曲活動を再開します。そして完成した愛国心に燃えるオペラが1842年に大成功を収め、これ以降ヴェルディはイタリア統一運動のシンボルとして祭り上げられていきます。しかしそうした愛国心に燃える熱狂的な聴衆は作品を正当に評価していないとヴェルディは捉えて、田舎に引っ込んで農作業に精を出したりします。その農作業も小作人を雇うなどかなり本格的なものであったようです。今までにいない感じの作曲家ですね。このヴェルディはこれまでのどちらかというと知的で裕福な家の出だったりするロマン派の作曲家たちと対極にある極貧の家庭の生まれであったため、彼は名誉欲よりも土地を持つことが重要だと考えたようです。そしてヴェルディはその後も農作業をやめて傑作オペラを連発し、好評を博したり、逆に酷評されたり、また農作業したりと結構浮き沈みがありました。そしてワーグナーが楽劇を創始し、同時代の作曲家たちに大きな影響を与えていた時代において、ヴェルディはそういった傾向を無視してイタリアオペラを作り続けました。この二人は同じ年に生まれたという割にはお互いにあまり関心がなかったようです。そもそもヴェルディは他の作曲家たちのことに対して無関心だったようです。この19世紀後半はまさしくオペラ全盛時代ですが、ドイツではワーグナーのオペラ、イタリアではヴェルディのオペラという同い年の2人が違うスタイルでこの前後の時代の音楽界を率いていたという偶然性は面白いですね。最後にもう一人オペラ作曲家です。オッフェンバックは喜劇の内容である小さなオペラを意味するオペレッタの原型を作ったとされています。そしてオッフェンバックはユダヤ系ドイツ人ですが、この天国と地獄がパリで大成功を収めてからフランスに帰化しています。しかもワーグナーの音楽など他の作曲家をパロディ化したり政府を風刺したりするなどやりたい放題だったようで、相当な人気があった反面、当時は批判も多かったようです。さて前回の1848年にフランスで2月革命が起きた後、ナポレオンのルイ・ナポレオンが大統領になりましたが、彼はこの時代の1851年にクーデターを起こして議会を解散させ、ナポレオン3世と称し第二帝政を開始します。この時代のナポレオン3世による第二帝政は当初専制政治を行っていました。しかし次の時代の1860年代以降からは自由主義の運動に譲歩し、産業の発展に力を入れるなどしたため自由帝政の時代と呼ばれます。
ちなみにこの1850年代に早くも世界初と言われるデパート、ボンマルシェ百貨店がパリで百貨店としてのシステムを確立します。そしてこの時代にはすでに弱体化していたオスマン帝国の領土を狙ってロシアがオスマン帝国に戦争を仕掛けます。しかしロシアが東地中海方面で領土を広げることを脅威と感じたフランスとイギリスがそれを阻止するべくオスマン帝国側について参戦し、クリミア戦争となります。そしてロシアは近代化の遅れもあってフランス・イギリス軍に敗れます。これ以降近代化の遅れを反省したロシアは自国の近代化に力を入れることになります。そしてそのクリミア戦争時に看護婦として活躍したのがナイチンゲールです。この時代にはまだ看護婦の地位は成立していませんでしたが、このナイチンゲールによって近代看護制度が創始されたと言われています。さらにこのナイチンゲールの活躍に感銘を受けたスイスの銀行家デュナンの提唱で戦時中の救護活動を目的とする赤十字社が次の時代の1863年にスイスのジュネーブで創設されます。このデュナンは1901年に最初のノーベル平和賞を受賞しています。さて一方イギリスですが、前回1840年にイギリスから中国に密輸していたアヘンが中国側に没収されたことからアヘン戦争を起こし、最終的に不平等条約の南京条約を中国に結ばせ、5つの貿易港を開港させ、自由貿易を強要しましたが、やはり5つ程度の貿易港では自由に取引できず、思ったほど貿易上の売り上げが伸びませんでしたので、イギリスはこれでは自由貿易とは言えないという結論に達しました。そしてちょうどその頃、アヘンを密輸していたイギリス船のアロー号の船員が中国政府に逮捕されたことにかこつけ、イギリス国旗が侮辱されたと言いがかりをつけ、さらにフランス人宣教師であるオーギュスト・シャプドレーヌが中国で殺害されるという事件が起きていたフランスと共に中国に戦争を仕掛けます。これをアロー戦争と言います。相変わらずむちゃくちゃな言いがかりですね。そして降伏した中国に対して最終的に北京条約で11の貿易港を開港させ、キリスト教の布教の自由などを認めさせます。このようにこの時代のヨーロッパは科学技術の大きな発展により、それまでの覇権国家であった中国などの他の国々との力の差はすでに歴然となっています。そして今後ヨーロッパの列強が世界をどんどん制約していきます。そうしてヨーロッパの支配のもと、今後世界は統一的になり、政治や経済などに対する考え方、倫理観や道徳や常識など物事に対する考え方、そして生活習慣や服装などヨーロッパの支配下にある世界はそういったヨーロッパが生み出したものを強制されたり取り入れたりし、人々はまるでそれが昔から絶対的に正しいものであったかのように実践していきます。そしてそれらは現代にまで続いています。ですので今頃日本に旅行に来てちょんまげを期待してもそれは時すでに遅しなように、海外旅行に行ってもとんでもない違いはだいぶなくなっており、あったとしてもそれは観光客相手の見せ物だったりします。このようにヨーロッパの世界支配によってこの時代以降から世界は確立化していきます。そしてこんな無敵のイギリスですが、実際この時代は無敵でした。そしてこの無敵時代のイギリスを統治していたのがビクトリア女王です。ビクトリア女王はイギリスの黄金時代を作り出しましたので、19世紀後半のイギリスはビクトリア朝と言われています。この時代以降のイギリスは広大な植民地を支配する史上最大の帝国となることによって他国を圧倒したため、今後いくつかの戦争が起きるものの相対的に世界に平和がもたらされることとなります。そうしてこの19世紀後半はイギリスの平和を意味するパクス・ブリタニカと言われています。さらにこの1850年代にイギリスは自身の工業力や技術力を誇示するべく世界初の万国博覧会をロンドンで開催します。これには数百万人も訪れ大にぎわいだったとのことです。だいぶ平和で暇を持て余す人々が増えてきたといった感じですね。デパートだの博覧会だの現代生活が形作られてきた感じです。そしてこの時代から100年前の1757年にインドでプラッシュの戦いが起きたことによってイギリス東インド会社がインド支配を確立させ、それまでインドを統治していたムガル帝国が単なる名目的な地位に落ちることになりましたが、そのちょうど100年後のこの時代にインド大反乱が起きます。しかしそれをイギリスが鎮圧したことによってムガル帝国は滅亡します。そしてイギリス政府はイギリス東インド会社を解散させ、代わりにイギリス政府による直接の統治が開始されます。そして今後インドはイギリスの最大の植民地として機能していきます。そして1851年のロンドン・バンコク博覧会に対抗してナポレオン3世は1855年にパリ・バンコク博覧会をすかさず開催します。そしてこのパリ・バンコク博覧会の出品を拒否されたクールベがその会場の近くで歴史的な個展を開くわけです。むしろこっちの方が歴史的に重要となってしまった感じがあります。ちなみにこの時代にペリー率いる黒船が日本に来航しました。そして日本は1854年に鎖国を解き開国します。
そして次の時代の1860年代に日本から最初の使節団がヨーロッパに送られます。その使節団の一員である日本が世界に誇る画伯高島先生が書いたビクトリア女王がこちらです。これはやばいですね。そして同じく世界の高島先生の手によるナポレオン3世がこちらです。完全に舐めてますね。これはもし処刑されたとしても文句は言えないですね。ビクトリア女王やナポレオン3世自身が実際にこの絵を見たのが実に気になるところです。しかもこの画伯高島先生なる人物の本領は漢方医らしいです。なんで漢方のお医者さんに絵なんか描かせてるんだって話ですよね。そもそもこんなクオリティで描かせる必要があったのかって話です。こんなもん持って帰ってこられても結局ビクトリア女王やナポレオン3世がどんな顔してたのかなんて一個に謎のまま終わりますよね。謎が謎を呼ぶ日本の宝画伯高島先生でした。このように1850年代は各地で戦争があったり、バンコク博覧会が開催されたりといったなかなか忙しい時代ですが、この時代に超大物ダーウィンが登場します。当時人間や他の生物は神様によって作られたと信じていた多くの人々にとって、共通の祖先から自然淘汰によって人間も他の生物も進化してきたことを明らかにしたダーウィンの学説は衝撃的すぎて大きな論争を呼びました。彼らにとってはもはや地球が回ってるとか丸いとかそんなレベルじゃなく、人間が猿と枝分かれしたなど到底認められないレベルだったわけです。しかし信じがたいことに、この21世紀になってもアメリカの結構多くの学校で進化論を子供たちに教えないようにしてるらしいです。驚きの情報統制ですね。ある意味自由の国と言えるかもしれません。ちなみに最初に遺伝子工学の実験を成功させたのはアメリカの学者コーエンによる1973年の実験です。よくこんな情報統制された教育環境の中で遺伝子組み換え作物が思いついたのと思いますね。しかしダーウィンが登場する以前にも当時すでに進化に対する説はいくつか述べられていたので、それだけが論争の一番の原因ではありませんでした。一番の原因はそれまでの進化に関する説では、人間も含め生物には神様や自然などから定められた目標に向かって進歩して進化しているというものでした。しかし実際には進化にはそのような目的などどこにもなく、進歩もしていないということをダーウィンが明らかにしたことが一番の論争の的となりました。進化とは生物の体を構成している遺伝子が自分自身のコピーを作る際に時たまミスコピーを起こし、その突然変異を起こした遺伝子がたまたまその時の環境に適していたら次世代でも受け継がれ、適していなかったら受け継がれないということを繰り返してきただけのものです。そしてその遺伝子のコピーや突然変異に目的などはないです。例えば肉食獣で歯が鋭くなることが生存上有利になり多く子孫を残せることになるならば、その鋭い牙を作り出す遺伝子も同じように次世代に受け継がれ増殖するということです。これが逆に歯を平らにするような突然変異を起こした遺伝子を持つ肉食獣は生存上不利になり多く子孫を残せなくなるならば、それを構成する遺伝子も後世に伝わることなく淘汰されるということです。このようにその時その時の環境で生物が生きていく上で有利に働いた遺伝子が残っただけで、そこに進歩という観念は含まれていません。ですのでどっかの社長が誇らしげに我が社は日々進化しておりますとか叫んでいても、それは単に日々変化していますということを意味しているだけのことです。これは後から誰かに KFC について難癖をつけられた時に俺は一言も進歩しないって言った覚えないから、っていう言い逃れができる巧みな表現の一つかもしれません。そして多くの生物はかなり昔の環境に適応した状態です。人は旧石器時代あたりに適応した状態というかなり古めかしいバージョンの体で現在を生きています。しかもこの人間自身の手によって大幅に生活環境が変えられた今の世の中を生きていますので、現代の生活においてオフィスワークなどでの肩こりやエコノミー症候群やヘルニアになりやすいなど多くの体の不調に悩まされながら生きることを余儀なくされています。そもそも人間は農耕に適していない体の構造をしているので、農耕が始まった時代からして人類はヘルニアなどの多くの症状に悩まされていたようです。基本的に次の世代が誕生するスピードが速いウイルスとか細菌以外の生物は進化上今の時代に適していないことがほとんどです。さらに生物誕生から進化の歴史を追っていくと、それまで弱い立場にいてこそこそ隠れて生きていた小さな生物が大量絶滅後に生き延びてその後繁栄したというパターンが何度か繰り返されています。哺乳類も恐竜時代では生き延びるのに必死なむちゃくちゃ弱い立場の生き物でしたが、恐竜の絶滅後に生き残ったいくつかの哺乳類が誰もいない地球上で幅を利かすようになり今に至ります。ですので進化の過程は思っているほど進化とは弱肉強食の生存競争で強いものが勝つ世界であるとかではないです。そこには必然的なコースなど一切なく、遺伝子の偶然の突然変異含め全て偶然に支配されています。そして現代では進化に関して間違った考えが社会に流布している印象です。
特に遺伝子の進化上何々になったという間違った認識でのこじつけが世の中に多く流布しています。何でも進化を持ち出せばそれっぽく響くからということで到底ありえないことを言っていたりします。例えば日本人が和太鼓を聞くと大和魂が湧き立つという話が現実で起こるとすれば、その昔に和太鼓に反応する遺伝子が突然変異で生まれて、誰かが和太鼓を叩いている時に一人気持ちが湧き立って高台に登ったら周囲の人たちが全員津波で流されて死に絶えたとかでもない限り、そんな機能を持った遺伝子を後世の日本列島在住の人々全員が受け継ぐことは到底無理な話です。ちなみに人種や民族や国といった適当に設けられたカテゴリーの間での遺伝子上の違いはほとんどなく、仮に例えば学業成績や運動能力などの面で違いがあったとしても、大体において集団同士での違いよりもその一つの集団内での違いの方が大きいです。例えば日本とアメリカでの数学の平均点が60点と70点といった程度の似たり寄ったりの差よりも、1クラス内において15点程度の学生から90点台の学生までの開きがあるように、国内での数学の点数の差の方が大きいということです。このように適当に区分けされた集団間を比較しても意味はなく、問題は個人個人にあります。進化に関しては1976年に出版されたリチャード・ドーキンスの利己的な遺伝子がおすすめというか、もはや人類必読の書と言えると思います。そして文学界ではこの時代にボードレールによる悪の花が出版されました。この悪の花は大敗的短美的な内容の詩であり、各国の詩人に大きな影響を与えました。ちなみにボードレールは前回1840年代に登場したエドガー・ランポーを翻訳してフランスに紹介した人物です。そして同時期にフロベールによるボバリー夫人も出版されました。フロベールはフランスの写実主義文学の確立者とされています。最後にディケンズによるニート物語も出版されます。ちなみにディケンズによる有名なクリスマスキャロルは前の時代の1843年に出版されました。それでは最後にこの時代に書かれた絵を5枚紹介します。最初の絵は1810年代に登場して以来、まだこの時代も新古典主義の牙城を守り抜いているアングルです。アングルまだ生きてます。かなりしぶといです。実際この人は86歳まで生き、次の時代の1860年代に亡くなります。到底この時代のクールビやミレーなんかの存在は絶対許せない人です。そしてこの絵はアングルの代表的傑作とされています。これを描いた時、アングルは76歳でした。元気良すぎですね。次の絵はフレデリック・レイトンによる作品です。セイレーンとはギリシャ神話に出てくる美しい歌声で船乗りを惑わして船を座礁させ死体の山を築くと言われる、上半身は女性で下半身は魚の生き物です。もともとは下半身は鳥だったらしいですが、途中から魚に変わったらしいです。そしてこのセイレーンは英語のサイレンの語源になっており、各国でも同じようにサイレンの意味の単語はこのセイレーンから派生しています。ちなみにスターバックスのロゴはこのセイレーンを参考にしたらしいです。次の絵はこちらです。ジョン・エバレット・ミレーは1510年代のラファエルのところで少しお話ししたラファエル前派の一人です。ラファエル前派とはアカデミーがいつまでもラファエルを理想としてそれ以外の表現方法は認めないという古典主義的な姿勢に対して反旗を翻した一派で、このミレーと次に紹介するホルマン・ハント、それにロセッティの3人で前回の革命の真っ只中である1848年にロンドンで結成されたものです。いろいろと権威に反抗する時代になってきましたね。しかしラファエルの存在がものすごいですね。ラファエル前派はラファエル以前の初期ルネッサンスの美術を規範として細密描写で鮮やかな色彩で自然を忠実に描きました。これにもそれが現れていますね。しかしこのラファエル前派は次第に方向性がバラバラになり、あまり長続きしませんでした。特にこのミレーは次の時代にはラファエル前派の理想から遠ざかっていき、生活のためにもっと大衆に受け入れを変えていくようになります。しかしそんなラファエル前派は後の19世紀末のフランス美術に影響を及ぼすことになります。ちなみにこの絵はシェイクスピアのハムレットに登場するオフィリアを描いています。そんな中、最後までラファエル前派の理想を貫き通したのがホルマン・ハントです。ハントは対象を忠実に再現すべくかなり細かく細部を正確に描写した画家です。この絵の中の男性は羊の群れをほったらかして女性にメンカタスズメなる巨大な画を見せていますが、女性は見る気ないですね。実際そんな巨大な画は好き好んで見たいものじゃないと思いますよね。最後にはジェロームによる作品です。楽しいはずの仮面舞踏会で決闘することになり、ピエロに扮した男性が致命傷を負い、勝った方のインディアに扮した男性はこれまた動機に扮した男に
いやマジすごかったっすよ先輩。みたいな感じで付き添われ歩き去っていきます。一体何があったんでしょうかね。ピエロに扮するぐらいだから相当気合い入れて仮面舞踏会に参加したに違いありません。思いっきり楽しむはずのパーティーで殺されるほど悲しい出来事はないですね。ということで1850年代は反逆のナルシストクールベとミレーによってレアリスムの時代の幕開けとなりました。そして音楽界ではパガニーニの演奏を聴いて以来1820年代からヨーロッパツアーを観光していたピアノの魔術師リストがこの時代から作曲に専念するようになり、恨み深い自己中の鏡ワーグナーはこの時代リストの援助によって亡命生活を送りながら傑作を創作しており、ベルディはイタリア統一運動の象徴としてこれまで傑作オペラを連発し、オッフェンバックはフランスで活躍していました。国際的ですね。そしてフランスではナポレオン3世、イギリスではビクトリア女王が君臨し、一緒にクリミア戦争でロシアを撃退したり、アロー戦争で中国に攻め入ったり、個別にバンコク博覧会を開いたりと、フランス、イギリスが世界の中心的存在となってきました。そしてダーウィンの死の起源が出版され、フランスではボードレール、フロベール、イギリスではディケンズが活躍していた時代でした。次回は1860年代です。美術史上最大のスキャンダラスな作品の登場です。それでは。